皆さん、こんにちは。真実の歴史チャンネルです。今回お送りするテーマは、なぜ日本の学校給食は地元の食を失ったのか、日本の食の問題について。一緒に考えていきましょう。それではどうぞ。導入。この給食、どこで作られたんだろう。放課後、あきらくんとあかねちゃんは小学校の前を歩いていました。すると校舎の窓から給食のパンの匂いが漂ってきます。そういえばさ、あかねちゃんがふと空を見上げながら言いました。今の給食ってどこから来てるんだろうね。その横でシャトラ猫の虎が静かに尻尾を揺らしています。スーパーへ行けばいつでも食べ物が並ぶ現代ですが、その一方で輸入食材、物流依存、地産地消の減少、食料自給率低下など、日本の食を取り巻く環境は大きく変わってきています。今回は学校給食という身近なテーマから日本の食の問題について3人と一緒に静かに考えていきたいと思います。第1章。昔の日本人は近くの食で生きていた。夕暮れの畑。あきらくんは小さなレタスを見ながら言いました。昔の人って今みたいに遠くから運ばれてきたものばかり食べてたわけじゃないんだよね。地元の野菜、近くで採れた米、味噌、漬物、季節の食べ物。昔の日本には近くで採れたものを近くで食べる、そんな暮らしがありました。もちろん昔は便利ではありません。ですがその分食べ物がどこから来るのかがもっと身近だったのかもしれません。虎は畑の土の上へ寝転びながら気持ちよさそうに空を見ています。第2章。戦後、日本の食は大きく変わった。夜、あきらくんの家で古い給食の写真を見ていた2人。そこにはパンと脱脂粉乳が写っていました。昔の給食って今とかなり違ったんだね。あかねちゃんが少し驚いたように言います。戦後、日本の食文化は大きく変わりました。学校給食にもパン食、輸入小麦、脱脂粉乳などが広がっていきます。もちろん当時には当時の事情がありました。ですがその流れの中で日本人の食の感覚そのものも少しずつ変わっていったのかもしれません。虎は机の上のパンをじっと見つめています。第3章。なぜ今地産地消が難しくなったのか。次の日、2人は地元の小さな農家さんを訪ねていました。今は地元だけで給食を賄うのってかなり難しいんですよ。農家さんは少し寂しそうに笑います。現代は大量輸入、大量物流の時代です。価格、効率、安定供給。その流れの中で地域の小さな農家は少しずつ減っていきました。そして地元で採れたもの、地元で食べるという循環も弱くなっていったのです。あかねちゃんは畑を見ながら静かに言いました。便利にはなったけど
何か大事なものも減っちゃったのかもしれないね。第4章、給食無償化だけでは解決しない問題。夕方、ニュースで学校給食無償化の話題が流れていました。もちろん助かる家庭も多いよね。あきらくんは静かにうなずきます。ですがその一方で、何を食べるのかという問題も同じくらい大切なのかもしれません。安さ、効率、大量供給、それだけではなく地域とのつながり、食育、安心、自然との関係もこれから大切になっていくのかもしれません。虎は窓の外の畑を静かに見つめています。第5章、食は生きる感覚そのもの。ある朝、2人は畑で採れた野菜を使って簡単な朝ごはんを作っていました。やっぱり自分で育てた野菜ってなんか安心するね。あかねちゃんが少し笑いながら言います。食べ物はただお腹を満たすだけではありません。どこで育ち、誰が作り、どう運ばれ、どう食べるのか、そこには人の暮らしそのものが現れています。だからこそ食の問題は生き方の問題でもあるのかもしれません。虎は2人の横で気持ちよさそうに丸くなっています。最終章、未来の子供たちへどんな食を残したいのか。夕暮れ、小学校の前を3人は静かに歩いていました。校庭では子供たちの笑い声が聞こえてきます。未来の子供たちにどんな食を残せばいいんだろうね。あかねちゃんが静かに言いました。便利な社会を否定する必要はありません。ですが不安定な時代だからこそ、近くの食の大切さはこれからさらに大きくなるのかもしれません。地域で育てる、地域で食べる、自然を知る、季節を感じる、そうした小さな積み重ねが子どもたちの未来の安心につながっていくのかもしれません。学校給食は単なる食事ではなく、未来の食文化そのものなのかもしれません。夕暮れの空の下、あきらくん、あかねちゃん、そして虎は静かに家路に着くのでした。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。